柴海さん、このわさび菜なんですけど、はい、どうやって収穫するんですか？これは葉物ではだいたい収穫方法2パターンあって、はい。一つはですね、株ごと鎌で収穫しちゃう、はい、小松菜とかああいう感じですね。よくあるパターン、うんうん。で私がわさび菜で採用しているのはそれではなくって、はい、葉っぱをかいていく。ほうほう。要は株は残しておいて、はい、大きくなった葉っぱだけをこう手でかいていくやり方なんですけど、結構私は好きなんですね。はい、どんな風にやるんですか？はい、じゃあちょっとやってみますね。はい。ちょうど収穫が始まるところなので、はい、だいたい葉っぱがこういろいろある中で、だいたい斜め45度ぐらいに出てる葉っぱを、で大きな葉っぱですね。ここら辺からこう折っていきます。はい、根元からボキッといきましたね。で、こういうやつですね。はい。こんな感じでどんどん収穫していって、だいたいこのくらいの大きさだと、3、4枚で1袋ぐらいにはなりますね。なんか簡単そうに見えます。はい、簡単です。で、この真ん中に残ったちっちゃい葉っぱもまた伸びて収穫できるわけですか？そうですね。これも多分あと、1、2週間後にはまた伸びてきて、それをだいたい5ヶ月ぐらい繰り返しながら収穫をしていくと。5ヶ月。5ヶ月。じゃあこの1株で5ヶ月間収穫ができちゃうわけなんですか？そうなんですよ。だいたい10月から3月ぐらいまで、ずっと大きくなったら収穫、大きくなったら収穫っていう風にしていきます。じゃあちなみにこの1株でどれぐらいの売り上げになるわけですか？そうだね、そうだね、これ1株だとだいたい500円ぐらいになるかなと。500円、ほう、いい方ですよね。葉物で1株500円は結構、そうですよね、いいと思います。ってことはこれ500円が何株あるわけですか？ここは500株ぐらい割ってますね。500株、ということはかなり効率がいい野菜になるんですか？じゃあそうですね、結構効率はいいなと。結構最近こういう葉っぱをかく野菜私好きで、かいていくと中心が残るからどんどんまた葉っぱが出てくるんですよ。でお客さんにとっても、余計なね下葉処理だとか、そういうの必要なくてもこのまますぐ使えるので、農家にとってもお客さんにとってもメリットはあるのかなと思ってます。なるほど、かなり作りやすいおすすめの野菜ということですね。おすすめの野菜ですね。